には名所散策や美味しい食べ物、安らぐ宿など様々あります。そして私はちょっと変わった旅で訪れた場所の思い出集めもしています。それは御朱印のように旅先でスタンプを集めることです。スタンプはそこにしかなくて集めるためのお金もかかりません。今回は北海道の旅で集めたスタンプを道の駅、各施設の順でご紹介します。まず道の駅からご紹介します。上陸して最初に訪れた道の駅は石狩アイロード熱田です。小樽から近くオロロンラインらしいものと可愛いスタンプの2種類ありました。次の道の駅は小平に新番屋です。重要文化財旧花竹番屋をモチーフにしたスタンプです。次は遠列富士見です。リニューアルされとても新しい道の駅です。中には珍しく100円ショップがありました。野菜の即売会場は行列ができるほどの人気でした。フードコートで食べた遠列コロッケは美味しかったです。スタンプはエゾモモンガのももちんでした。次は道の駅稚内です。この道の駅は稚内駅の敷地内にあるので、ここには日本最北端の線路があります。ここでは稚内港北防波堤ドーム、宗谷海峡、宗谷岬のスタンプだけでなく、日本最北端到達証明書がもらえます。次は道の駅猿払公園です。猿払はホタテの水揚げ日本一なので、スタンプももちろんホタテです。次は道の駅北オホーツク浜頓別です。ここはクッチャロ湖のすぐ近くなので、水鳥がモチーフのスタンプです。次は道の駅マリーアイランド岡島です。この道の駅はオホーツク海を航行する船をイメージしており、スタンプも同じデザインです。道の駅オウムです。街のシンボルスカイキャビンが目を引きます。スタンプ台がかすれて印字が薄かったですが、キャラクターはイクラスジコちゃんだそうです。次は道の駅オホーツク紋別です。この近くにはとっかりセンターや氷回転ボートオホーツクタワー、巨大なカニの爪があり、スタンプはこれらをデフォルメしたデザインです。道の駅アイランド優別です。遊園地ファミリーアイランド U が併設されていました。すり減ったスタンプがうまく押せず残念でした。次は道の駅サロマ湖です。この近くにあるサロマ湖展望台からの眺望は絶景でした。スタンプにはサロマ湖と名産品のかぼちゃやホタテが表現されていました。次は道の駅流氷街道網走です。網走に近いため、ここでの車中泊は禁止されています。ここのスタンプもクリオネが表現されていました。次は道の駅華やか小清水です。ここは小清水原生花園の少し先にあります。ここのスタンプは道の駅の建屋と原生花園の2種類がありました。次は道の駅ウトロシリエトクです。知床の町ウトロの中心にあるためか、テレビのインタビューを受けました。スタンプはヒグマです。次は道の駅知床ラウスです。場所は知床半島のウトロの反対側にあり、展望台から国後島が間近に見えます。スタンプはシャチ、ヒグマ、オオワシと華やかです。次は道の駅のんきーランド東藻琴です。
トイレ休憩で寄ったのですが、宿泊施設があるそうです。スタントは建物がモチーフでした。次は道の駅ぐるっとパノラマビフォロ峠です。ここのレストランやショップはとても充実しています。ここの展望台から見る屈斜路湖は絶景です。もちろんスタントはこの風景です。次は道の駅厚岸グルメパークコンキリエです。ここでは名物の海産物がいろいろ楽しめます。この時は焼き牡蠣を美味しくいただきました。ここのスタントはシンプルで建屋でした。次は道の駅白糠ポイトイです。残念ながらこの道の駅は2025年2月末で移転により閉館しました。スタントはコエタくんとメイカちゃん、今となっては貴重かも。次は道の駅自然体感シムカップです。スタントはゆるキャラシムカッピーです。次は道の駅サラブレッドロードニギカップです。さすがサラブレッドの聖地なのでたくさんの麻痺がありました。スタントを探して中に入ると馬の祭壇がありました。うまくいくっしょと読むそうです。もちろんスタントもサラブレッドです。ここからは観光施設で集めたスタントをご紹介します。道の駅と違って観光施設ではあまりスタントを見つけられませんでしたが、最初はフェリーのスタンプです。下船時にスタンプ台を見つけたので急いで押したのがこちらです。シンプルですがシートがもらえました。今回初めて利尻島と礼文島に行ったのですが、結局スタンプを見つけれたのは1カ所だけでした。その施設は利尻島郷土資料館です。ここでは利尻島の自然や歴史、島民の生活が紹介されていました。スタンプはシンプルでとても可愛いです。次は一気に網走に移動します。網走のオホーツク流氷館です。ここでは泳いでいるクリオネが見れます。他にもマイナス15度で濡れタオルの瞬間凍結も体験できました。スタンプのクリオネも可愛いです。網走といえばやはりここは外せません。博物館網走監獄です。中は詳しくはご紹介できませんが、誰もが聞いたことのある有名な場所です。博物館の各所にはいろいろなスタンプが設置されていました。しかしあまりに数が多くて全部押すのは諦めました。そして知床で最初に訪れたのは知床世界遺産センターです。ここでは知床の自然の素晴らしさと守るべきルール、マナーが紹介されています。スタンプも知床の自然を表現しています。次は知床自然センターです。フレペの滝へのアクセス拠点として有名です。自然観察に役立つ最新情報が提供されます。スタンプはシンプルでおしゃれです。次は知床五湖フィールドハウスです。知床で最も人気の知床五湖へのアクセス拠点です。高架木道を歩くと知床の自然を手軽に感じることができます。ス
タントはとてもユニークです。次は知床羅臼ビジターセンターです。ここは環境省が設置した施設です。ここでは自然の様子やおすすめの散策路などを紹介してもらえます。すぐ近くには間欠泉があります。スタンプは大小5種類ありました。残念ながらスタンプの端が少しすり減っていました。次は海洋台です。海洋台は中標津郊外の標高270メートルの大地にあり、ここからは地球が丸いことを体感できる視界330度の眺望を楽しめます。スタンプはインクが薄くてかすれて残念です。次は釧路湿原舗装化展望台です。ここは大観望と呼ばれ、釧路湿原の展望台の中で最も人気があります。スタンプは近くの舗装化ビジターズラウンジにありました。スタンプは鶴、シマエナガ、フクロウ、鹿の4種類でした。次は釧路市湿原展望台です。ここは一周 2.5km の遊歩道で湿原の中を歩くことができます。スタンプは展望台建屋の1階にありました。シャチハタ式のスタンプは不思議な形をしていました。次はぬかびら源泉郷にある東大雪自然館です。ここでは東大雪の自然や多様性に富んだ生態系が紹介されています。近くにはタウシュベツ川橋梁があります。スタンプは動物やタウシュベツなどが満載です。次は二豚ニコタンです。二豚ニコタンはアイヌ文化の中心地で、復元された地勢や二豚ニアイヌ文化博物館などでアイヌ文化を学び体感することができます。二豚ニアイヌ文化博物館ではアイヌの暮らしと文化を楽しめるよう工夫されています。二豚ニアイヌ資料館ではアイヌ民具をはじめ世界の先住民族の民具や絵画など暮らしに息づく思想や信仰を知ることができます。スタンプは博物館の建物とアイヌ文化のイメージです。いかがでしたでしょうか。スタンプ集めは手軽にできる旅の楽しみの一つです。北海道以外でも全国どこでもできる旅の思い出作りです。皆さんもいかがでしょうか。最後まで動画をご覧いただきありがとうございました。今後ともよろしくお願いいたします。